こんにちは。日本語フローのポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは日本語を学んでいる皆さんのための番組です。聞きながら自然に日本語のリスニングスキルを高めることを目的としています。ゆっくり聞きながら日本語のリズムや言葉の使い方を感じてみてください。さて今日は、秋をテーマにお話しします。私の住む日本では今季節の秋を迎えています。秋になると空の色や空気の匂いが少しずつ変わってくるのを感じます。朝と夜は少しひんやりしてきてるかな。日中は過ごしやすい季節ですね。日本では秋といえば、食欲の秋とか読書の秋、スポーツの秋などいろいろな楽しみ方があります。夏の暑い日から気温が涼しくなるから運動しやすくなるしね、食欲も湧いてくるからね。だから食欲の秋とかスポーツの秋って言われるのね。で、美味しいものを食べたり、本を読んだり、体を動かしたりするのにはぴったりな季節です。で、そんな中私はもっぱら食欲の秋を満喫しているんだけれども、秋には旬の食べ物がいっぱいあります。かぼちゃやさつまいも、サンマ、きのことかね。で、私は焼き芋が一番好きです。焼き芋とはね、さつまいもを熱々の石の中に入れて、時間をかけて調理された食べ物なんですけど、これがね、甘くて美味しいんです。焼き芋って日本では通年通してね食べれるんだけど、やっぱりこの時期の焼き芋が一番美味しいんですよね。今はねあんまり見なくなったんだけど、焼き芋屋さんって言って焼き芋専用のトラックがね住宅街をね走り回って売りに来るんです。で、買いたいときはそのトラックを呼び止めて買い物をするんですけど、そのトラックがアナウンスでね、焼き芋ってアナウンスを流しながら走るんだけど、いつ現れるかわからないから、アナウンスが聞こえたら速攻で玄関飛び出してトラックを探さなきゃいけないのね。で、もうどこって必死。そのくらい焼き芋は美味しいです。そう。あと紅葉も秋の楽しみの一つですね。山とか公園の木が赤や黄色に色づいてきて、とても綺麗になります。そう、日本各地では紅葉を見に行くもみじ狩りっていう文化もありますね。そして秋の夜は少し静かで心が落ち着くので、読書をしたりとかのんびりリラックスをして過ごすっていうね、そんな風習が日本にはあります。虫の声を聞きながらね、ゆっくり散歩したりするのもいいかな。季節のね、移り変わりを感じることができますよね。そう、これ聞いたことあるかな。虫が出す音をね、日本人は楽しむの。例えば、夏のセミの鳴き声はミーンミーンで、秋の虫はリンリンっていう音なのね。だから、虫がリンリンと鳴いていますっていう文章がね、例えば小説に出てきたとすると、季節は秋なんだなってイメージできたりします。そう、虫のね、鳴き声も秋の楽しみの一つです。そう、だから秋という時期は日本の季節4つね、あるんだけど、四季っていう季節の言い方があって、その四季の中でもとても過ごしやすい時期かなと思います。そう、それで今年の秋は、食欲の秋で、さつまいも、さっきお話しした焼き芋をね、食べることも楽しみなんだけれど、今年は読書の秋、本をね、たくさん読みたいなとも思っています。皆さんおすすめの本何かありますか？日本の本は、小説は縦で文章が書かれていて、右側から縦に読んでいくスタイルなんだけれども、そう、横書きとはまた違ってね、
縦書きで日本語を学んでいる皆さんは少しね、不慣れなところもあったりして難しいって感じることもあるかもしれないんだけれども、ぜひ日本のその縦書きの文章もね、読む練習をしてみてください。私も今年はたくさん本を読んで、またいつかこのポッドキャストの中で読んだ本についてお話しできればいいなぁなんて考えております。では今日は秋についてお話をしました。あなたの国では秋はどんな季節ですか？日本の秋と似ているところってありますか？それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。